フィッシングヤングの昇龍です。今回は冬場の沖縄の釣りを紹介していきたいと思います。冬場といえば風が強い中、何キャストしても飛ばないとか、新片投げる、ミノを投げる、トップ投げようが難しいじゃないですか。そういうとこで手っ取り早く簡単にできるのがジギングです。ジギングといえば皆さん結構がっつりしたごついロッドでやるイメージですよね。例えばコルトスナイパーとかリールも5000番とか4000番大きいのを使ってやるイメージですけど、ライトタックルでも実はできるんですよ。ライトタックルでちょっとキャパオーバーのジグを投げることになってしまうんですけど、それを軽くフルキャストしたらライントラブルとか糸が絡まったりとか竿が折れたりすることがあるんですけど、ゆっくり投げてジグさえ飛ばせれば魚は釣れるので、ということでライトタックルでのジギングを紹介していきたいと思います。使っているジグなんですけど、こちらですね。こっちが 20g、 こっち 30g です。これがはやぶささんから出ているジャックアイっていうジグですね。この針の付け方が違うじゃないですか。違いますね。これ使い分けてて、これがフォール、もうみんなで言うジギングのアクションの仕方で、こちらが表層ただ巻き、中層ただ巻き、ただ巻きのアクションの仕方ということで針の付け方を書いているんですけど、これキンセルみたいなのついてますけど、これはあった方がいいんですか？このキラキラって水中で見るともうめっちゃリアルに揺れて魚が泳いでるようにアクションしてくれるんですよ。このさすがに風強いとか潮の流れが速いとかいう場面でシルエットだけじゃなくて、このキラキラでもっと誘う効果があると思ってつけています。ただ巻きの場合はこれ後ろに1本、ただ巻きの場合後ろから泳ぐいっていうイメージなんですよ、魚がバーンって。なのでフロントにつけて変に魚がかかってバレるリスクよりもケツにシングル1個だけつけた方がいいんですよ。あ、そうなんですか。でケツに2個つける時も人もいるんですけど、はい、自分的にはケツに1個シングルがいいですね。あ、そうなんですか。2個だと互いに抱き合うんですよ、針が、はい、魚のバイトを針同士で邪魔するようなイメージがあるんですよ。よりはシングルの方がノリは確実にいいですね、自分は。よくダブルのねアシストフックって言ってますけど、はいはい、あれはあんまり良くないですか？表層をただ巻きしてるのでフォールで食わす釣りじゃないんですよ。その場合は多分シングルでその方がノリはいいと思いますね。でこちらはそのまま純正のセッティングですね。あ、これ針書いてないんですか？はい、こちらのグラム数は 20g で軽い方なんですよ、自分が投げるジグに対しては。こちらの方はレンジを探っていくっていうタイプの使い分けで 20g ですね。投げてフォールで魚を誘ってジャークで誘うっていう釣りをするときはちょっと軽めので、こちらの 30g 重たいジグ使うときはこれはただ巻きで使うときなんですよ。レンジキープしたいとき、例えば表層をレンジキープして巻きたいときとかに使うときにちょっと重いので、レンジをキープするためにちょっと重いジグを投げて、あと飛距離を出す目的で重いジグを使ってます。今回自分がライトジギングで行ったタックルですが、シマノさんから出ているレアニウムのコンパクト3000番の CI4 プラスで、ロッドがスミスさんから出ているベイライナー。こちらの方がコンパクトパワーモデルでアジングとかキス釣りとかを一応ライトタックルだけどパワーがあるっていうロッドをコンセプトに作ったロッドなんですけど、マックスルアーどのぐらいなんですか？1から15です。もう全然オーバーしてるじゃないですか。皆さん見ての通りがっつりオーバーです。ラインもライトタックルのままですね。というと PE が東レさんが出ているスーパーストロング PE の 0.8 号ですね。リーダーが4号です。 0.8 号 0.8 号です。でリーダー8号で 20g、30g だけです。ここ投げてます。なので飛距離も出るのでゆっくりで大丈夫なんですよ。キャストもそんな思いっきり投げなくても、ゆっくり軽くキャストで飛ぶんです。みんな大きいがっつりしたタックルを買わなくてもライトでも一応ジギングができるよっていう紹介なので、はい、このライトタックルでキャパオーバーのジグを投げる時のキャスティング方法なんですけど、これダメです。折れます。最初は糸の垂らしを十分に取ってゆっくりキャストしてみてください。ゆっくり。それで後々自分の感覚がつかめてきて、竿がこの挙動この範囲までだったら投げれるなっていうのが多分分かってくると思うので、その範囲で自己責任でよろしくお願いします。この時期未順が岸辺に寄ってくる時期なんですけど、ちょっと違ったジャンルで違う攻め方で釣りを紹介したくて、今回北部の方に行って未順を狙う回遊魚を釣ってきました。で大体ナブラ打ちっていうのは未順が大群で入ってきて暴れてるところにルアーを投げて釣るっていうイメージですけど、今回は未順がいつきじゃなくて回遊するんですよ。未順もその
回遊来る時の捕食スイッチが入ってる魚をターゲットに狙ってきた釣りですね。朝間詰め、暗い時間、まだ日も昇ってない時間に現場に入って、北東の風で5メートル以上で相当風が強かったですね。で雨も降ってる中、水面とか水中の様子もわからない中、暗い中から投げてひたすら当たりを待つっていう感じですね。暗い時には魚の活性の状況を見たいので、重曹巻いてきて表層巻いての繰り返しでやって、で同行者がいたんですけど、同行者の人がもう表層で一気にヒットして、じゃあ今表層だねっていうことで表層に変えて、表層をゆっくり巻いてヒットにつなげたっていう感じですね。ヒットなあ、あれ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 、あ、池ガツオっぽい浮いてる。池ガツオだ。ああ、いけいけ。あ、外れた。バラシー。針伸びてる。見えますかね。針伸びてる。食ったー。ヒットいった。池ガツオかこれ。あれれれれれれれ、あれれれ、あれれれ。オッケー。あざーす。これが琉球池ガツオですね。曲げ、いいサイズですよ。最高。ではこれはリリースしていきましょうね。はい、釣れたルアーがこちらですね。表層巻くときはだいたい水中から10センチぐらいジグが沈むイメージで、巻くスピードは意外と速めにこんぐらいですね。水中からルアーが飛ばない程度で10センチ沈める。でこんぐらいで巻く。アクションは特につけないです。本当にただ巻きです。身順が逃げてるシルエットを見せて食わすっていう感じですね。フォールとジャークで誘う時のジギングのやり方ですけど、そこを初めて行ったポイントに行ってジグ投げてボトム取るって言ったら怖いじゃないですか。根がかり 100% するだろうって感じですけど、自分の場合は事前に Google マップで行きたい場所、釣りポイントを選ぶんですよ。マップでこの深いところ釣れそうだなとか、こっち水路があるっていうところを見つけておいて、ポイントに入った時にまたマップで確認して、砂地とか深場とか根がかりしなそうなところを探して、最初そこから探っていきます。根がかりしないようにです。でボトム取って、例えばそこの水深が分かったとか、ジグって沈めてラインスラックできるんですけど、それで大体流れも分かるんですよ。潮の左に流れてってるなとか、そういうのも把握できるので、最初の時点でそれを把握した上でボトムを取るジギングを開始します。ジギングで釣れる対象魚なんですけど、ジギングって全部のレンジを探れるんですよ。例えばボトム、中層、表層って探れて、例えば中層でかかるのは回遊魚だったり、ギンガメアジ、さっき釣った池ガツオ、オニヒラアジなどといった回遊魚。またボトムにレンジを変えれば今度底物も釣れます。コチとかミーバイ系とかも釣れたり、今回残念ながら動画は回してなくて、釣れた魚の一つで沖縄の方言でクレイミーバイっていうんですけど、コショウダイを釣ってきました。これもしっかりさっき言った完全にボトムをジギングで探って当たりを取って釣れた魚で、珍しい魚なんですけど、クレイミーバイ、コショウダイを釣ったりとか、今から冬は皆さんタチウオのシーズンですね。タチウオもジグでバッチリいけます。ジグって結構みんな難しいイメージがあると思うんですけど、自分が今やってる簡単なジグの方法を教えます。でジグをキャストしてちょっとラインスラック作るんですよ。でベール返してフォール、ボトムつくの待ちます。でこの時にボトムつく時にジグの重みで竿がこう歪むんですけど、
ジグがボトムついたらちょっと竿先がトンって返ってきます。それがもうボトム着底の合図です。そこから自分は基本3回ジャーク、123で、またそのままの状態でボトムつくのを待ちます。着底で、またボトム着底したらトンって返ってくるので、竿先が、そこからまた123で3回ジャーク。これでもう3回ジャークっていうことは、自分なりに計算すると 1m 前後ボトムを探ってこれるっていう簡単な方法なんですよ。別にただボトム着底3回しゃくるっていうだけでもうレンジのボトムを探れたみたいな。で次は中層を探りたいっていう時には今度しゃくり数を増やせばいいだけです。で自分でカウント、フォールでカウントすれば今度は中層を探れるんですよ。例えば5回しゃくって3カウントとかだったら、ひら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 ってパッパッパッって上がって3カウントで沈めて、パッパッパッ3カウントで沈めるってことは、今度中層ボトムを取らないジグの釣り方などといって、最初はボトムを取る釣りがやりやすいと思います。沖縄でジギングってそう見ることないじゃないですか。ただ単にミジュのナブラ打ちでジグを今回は使っただけですけど、他のジャンルでも全然通用する引き出しの一つなので、ぜひ使ってみて、またこれから冬場で風が強い、釣り行けないなどといった困った時ではジグで飛距離をぶっ飛ばして自分なりに中層ボトム探ったりとか、楽しいジャンルがまた増えていくと思うので、ぜひライトジギングやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。